です。今日は今更なんですけどご紹介をしていきます。時々質問をいただいたりするんですよね。日本にいる時何の仕事してたんですかとか、学校の決め手は何ですかとか、学生時代何してましたかとか、好きな色なんですかとかも聞かれたこともあるんですけど、ということで今日は自己紹介をしていきます。今充電がないので充電が尽きるまで撮っていきたいと思います。でここでは安定のスコーンいただきます。名前はルンバで本名ではありません。1997年6月18日生まれの24歳です。韓国で言ったら25歳です。イエベアキ骨格ウェーブタイプです。なんかわかんないけど緊張してるはい。好きな食べ物はチーズとチョコ。嫌いな食べ物はあんまりないけど干しぶどうと、なんかもう一個あったんだけど忘れちゃった。はい。最近は白とベージュ。秋。犬。好きなパーツは目。嫌いなパーツはたくさんある。顔の形、歯、下半身全部体のほとんど。歯は今矯正中で改善中です。マイペースだけどせっかち。クール、喋らなさそう。めっちゃ喋る、とっかるって言われます。最近買ったもの、この帽子1500円ぐらいでした。怒った怒ってない。最近本当に怒ってない。仕事辞めてからストレスがなくなったからなのか、怒ることがあんまりなくなりました。私結構涙もろいんですよ最近。年を取ったからなのか昨日泣きました。 BTS の動画を見てて何回も見たことあるんですけど、その動画何回も見て何回も泣いてるんですけど、頑張ってきたんだなと思って泣きました。 BTS よく聞くし、あとはもう洋楽をずっとかけっぱなしですね、家では。これ芸能人でってことよね。多分芸能人だったら BT です。ここの店員さん有名な人で言うとエスパのカリナちゃんと、私あんまり知らないんですけどガールズ999みたいなやつの人、中国人の女の子2人に会いました。近所の EHC チキンで会いました。名前とかちょっとよくわかんないです。エスパのカリナちゃんは撮影してるところに出くわしました。たまたま中学校の時してた部活とか回せたら水泳、ダンス、テニス。高校生の時は高校1年生の時とかも毎日楽しかったです。よく一緒にいた子が8人ぐらいだったんですけど、今でも仲いいですね。会社員してました。高校卒業して会社に就職しました。日本の会社に。保育園の時で厳密に数えたことはないんですけど、5人以上10人以下ぐらいです。一目惚れはしません。本当にしたことないです。内面だととりあえず絶対尊敬できる人で、あとダメなところをダメって言ってくれる人とか、ダメっていうだけじゃなくてこうしたらいいんじゃないとか前向きなアドバイスをくれる人とかいいなと思います。安心させてくれて、欲を言えばドキドキもさせてくれる人がいいです。外見はね、薄い顔の人がタイプで、身長とかはもう全然こだわりはないんですけど、
顔より薄い顔が好きです。フェチは匂いと、これめっちゃおかしいんですけど、足の形なんか細すぎてもダメだし太すぎてもダメなんですけど、自分がなんかその下半身がコンプレックスなので足の形綺麗な人に似たらいいなって思います。学費用は日本にいる時働いてたので、自分で働いて貯めた株をしている。まだ株は解約してないのでまだそれは持ってます。なんと退職金と車を売りました。おじいちゃんとママからの援助です。大学に来た経緯で言うと、会社を辞めるっていうのは決めてたんですけど、大体ことがあって、それを東京でするか韓国でするかってなったんですよ。でどっちでしようってなった時にすっごい本当に悩んだんですけど、韓国だったらやりたいことが叶わなかったとしても語学は習得できるし、なんか成長にはつながると思ったんですよ。違う土地に行って違う文化とかファッションとか美容とかに触れて、なんで最終的には韓国にしようって決めました。なので、韓国に来て学びたいことはもう語学だけじゃなくてたくさんあって、私服も好きなので韓国のファッションとかも学びたいし、洋服好きなので、今アイスターさん通わせていただいてるんですけど、美容とかの勉強もしたいし、もともと夢だったものの勉強もしたいし、いっぱいしたいことがあって、それをどこでするかっていうのを韓国にしたっていう感じです。そのお金が許すまではいるつもりなんですけど、大体1年ぐらいになるのかなとは思ってます。大変なことはこの間動画にしましたので、それ1ヶ月目の時でもう今2ヶ月経ってるのでちょっと時間は経っちゃってるんですけど、そちらの動画ご確認ください。もう一回ベルギーに行きたいのと、ギリシャに行きたいのと、あとモルディブに行きたいです。コロナを終わらせます。プラダの香水と、今プラダがなくなっちゃったのでイソップの香水使ってます。今日もイソップの香水です。で、私はどっちかといったら、プラダの香水の方が甘めな匂いがして好きです。甘い匂い好きな人は好きだと思います。でもどっちもいい匂いです。ヒスさんは結構好きです。今日してるあんま見えるけど、ここ見えるかな、ハイライトヒスさんです。正直私もね、あんまりまだメイク上手くないと思ってるんですよ。なんでこだわりっていうこだわりはあんまりないんですけど、私目力強いんで、こんな感じで目があんまり強ってならないようには意識を一応しています。なんでブラウンのアイライナーと赤っぽいマスカラ使ってるんですけど、ファッションのこだわりはね、最近は自分のカラータイプが分かったので、カラータイプもちょっと買うときは意識しつつ着たいものを着ていくのが一番いいと思います。ママこの間質問を募集しまして、質問をいただいた中からお答えしていきたいと思います。ルンバさんの動画毎回楽しみにしています。質問ですが、私は大分生まれでちょこちょこ似た方言があるのですが、出身はどこですか？ちなみに私はユンキペンですが、ルンバさんは誰ペンですか？私は福岡出身です。なので多分近いので結構方言が似ているところがあると思います。私は結構みんな好きなんですけど、グックです。グックが同い年なので親近感も湧くし、結構周りを見て気遣いができるところとかが好きです。Twitter を勝手にフォローさせていただいて、いつもツイート楽しく拝見させてもらってます。私は11月に韓国に行くのですが、留学前日本でしておいた方が良かったこと、韓国と日本の違い、勉強法や友達の作り方、メイク紹介、あとは食べ歩き動画などを上げて出していただきたいですとのことで、本当ありがとうございました。さん、今パッと言えることで言うと、留学前に日本でしておいた方が良かったと思うことは、勉強のことで言うと、今後の勉強
はしておいた方が良かったなと思います。その単語帳を買って単語を全部覚えるとかじゃなくて、日常で使う単語はもしまだ全然勉強してないとかだったら全部勉強しろとかっていうことではなくて、普段使うような言葉とかは多少分かった方がいいと思います。文法って語学堂で習うので勉強すれば知っていくと思うんですよ。単語も語学堂でもちろん習うけど、日常で使えるものとかを知っておくだけでやっぱ来てすぐもう買い物行った時に店員さんと会話ができたりとかすると思うので、単語の勉強をしておいた方がいいと思います。勉強法は参考になるかわからないんですけど、予習復習は絶対しないといけないのでしてますね。私ね、単語を覚えるのすごい遅いなと思ったんですよ、自分の中でね。だからその調べたのが YouTube で調べたんですけど、夜ね夜勉強するじゃないですか。単語の勉強をしてである程度覚えて、しかもその覚え方も何て言うんですか、一個一個もうちゃんと書いてみたいなんじゃなくて、友達の作り方はですね、私もわからないんです。私も友達全然いなくて逆に友達募集してますって感じなんですけど、もう積極的になんか行くことがいいだろうなって思います。対面で会ってないんですよ、ちゃんと。なんで対面で会えるようになったらもうなんかちょっとちゃんと喋ってみたいなとは思ってます。あと2つだけお話しします。私が行ってるダンススタジオのことで質問いただいてたんですけど、ワンミリオンダンススタジオは私今まで日本で習ってたそのスタジオとちょっと違くて、韓国ではこれが普通なのかもしれないんですけど、私が前行ってたところは毎週固定でその同じ日にもうダンスがあるんですよね。毎週土曜日の夕方6時から月4回っていう感じで会ってたんですけど、なんかちょっと時間が変わる時とか結構あって、なんで回数券を買ってそれを毎回使っていくっていう感じなんですけど、1ヶ月で使い切らないといけないっていうシステムで、ワンミリはワンミリ専用のアプリがあるので、アプリでもウェブからでもいいんですけど、チケット購入してレッスン受ける前に毎回そのピーって何ていうんですか、バーコードを見せて使っていくっていう感じの制度になってます。機械費というより回数券っていう感じです。はい、ということで、最後の質問は何カ国語話せますか？韓国語で自己紹介をお願いしますということで、まずですね、うちは日本語しか話せません。もう一人でね、友達に会いにフランスに行ったこととかもあるんですけど、その時韓国を経由してカザフスタン経由してフランスに行ったりとかしてるんですけど、全く英語話せません。でもちろんフランスに行ってもフランス語も話せません。でフィリピンにいた時ももちろん英語を話せないのでフィーリングですっていう感じで、もう今ですね、英語も喋りたいと思って英語をまた一からリード詞から勉強をしているところです。ということで今は韓国語と英語を勉強中です。で韓国語はちょこっと喋れるっていう感じです。韓国語での自己紹介は結構留学関係質問が多かったので、ここで一緒にしようと思います。안녕하세요 른바입니다 일본 사람인데みたいな基本のところの自己紹介をしたいと思います。ってな感じで今日はちょっとたくさん語ってしまいましたので、編集大変そうやなこれ。でもね、見てくれる人がいるので本当にありがたいです。たくさんのご質問ありがとうございました。今日も見てくださってありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。